皆さんこんにちは。今回も音の違いに関して繰り返しいただくご質問ご意見にお答えします。ぜひ最後までご覧になってください。アンプには明確な音の違いがあります。絶対に間違いありませんというご意見です。アンプに音の違いはありません。違いがないものが違って聞こえるのは比較のやり方が正しくないからです。物を見て値段を知った上で主張すれば何でも違って聞こえます。可変抵抗器にはギャングエラーがあります。これで音が変わって聞こえることが分かっていますから、主張する前に測って補正しなければなりません。単純に機器を入れ替えて音量を耳でだいたい同じくらいに合わせました。ではダメです。音量とギャングエラーがどのくらい音に影響するのか、実際に視聴できる動画を作っていますので、興味のある方は概要欄をご覧になってください。アンプの音がダンピングファクターで変わるなら、好みの音がするアンプを探したら良いのではというご意見です。ダンピングファクターで音が変わることは昔から知られています。例えば真空管アンプのダンピングファクターは1桁ですから、半導体に比べると響きが豊かで低音がよく出ているように聞こえます。これはダンピングファクターの音でもアンプの音でもありません。真空管アンプ自身に響きが豊かで低音がよく出る特性があるわけではない点に注意してください。アンプの違いはスピーカーを鳴らした時に現れるんですよというご意見です。瞬間的な大音量で電圧がへたったり、大きな管制を動かす時の過渡応答がアンプによって違うから音に違いが出るんだという話のようです。この音の違いはアンプの音の違いではなくて、ボリュームを上げすぎた場合に起こります。アンプには定格出力というスペックがあります。これは定められた条件でメーカーが保証する使用限度を表したものです。ボリュームの上げすぎでこの使用限度を超えると、電圧がへたったり負荷を駆動した時の過渡応答に変化が現れます。定格出力の中で使う限り、電圧がへたったり過渡応答の違いで音が変わることはありません。制限波の正特性ではなくて、スルーレートなどの同特性で見ないとダメなんですよというご意見です。いつも最初にご覧いただいている周波数特性は、システムの同特性を周波数軸で表したものです。制限波で測ったから正特性だということではない点に注意してください。周波数特性はシステムの特性そのものですから、区形波の応答もインパルスの応答も周波数特性にその波形を入れるだけで求めることができます。周波数特性が 20kHz までフラットなら、人間は応答波形の違いを区別できません。これが分かっていれば、わざわざ区形波を使ってスルーレートを比較する必要はありません。計測したデータはあくまでデータで、人間の耳とは関連がありませんというご意見です。確かにデータと人間の耳は多くの場合関連しません。それは人間の耳が心理効果に騙されて実際と違うものが聞こえるためです。例えば同じ波形が再生するアンプの値段と見た目で変わって聞こえます。ブラインドテストで心理効果を排除するとデータと一致します。そんなことはない。データは一面に過ぎない。耳の方が正しいと思う方は、このチャンネルのブラインドテストにトライしてみてください。一部のデータだけで音に違いがないと結論付けないでくださいというご意見です。いつもご覧いただいているデータは一部ではなくて全部です。
音の違いは周波数特性と歪みの2つでほとんど説明できます。極めて単純です。どのようなオーディオ機器もこの2つに大差なければ同じ音になります。このことはブラインドテストで繰り返し体験していただきました。ブラインドテストでは今まであると信じられてきた音色や音の違いがはっきりわかりません。それはテストのやり方がおかしいから、YouTube だからではなくて実際に違いがないからです。オペアンプごとの音の違いが出るような条件で動作させないとねというご意見です。オーディオ用途では過聴域がフラットで歪みが十分小さい条件で使うのが普通です。音に違いが出るような動作条件の結果は音の違いではなくて性能の違いです。世間で噂されているオペアンプ固有の音色について正確なテストを行うためには周波数特性や歪みの条件を揃えないといけません。その上で音の違いが聞こえれば未だ解明されていない未知の現象ということになるし、違いがなければオペアンプに固有の音色はないという結論になります。あなたの理論が正しいのならどのアンプも同じ音ということになりますよねというご意見です。70年代の後半から周波数特性がフラットで歪みが十分小さいアンプが作れるようになって、どのアンプも同じ音になっています。同じものが違って聞こえる原因は次の通りです。視聴では音量とギャングエラーを補正する必要があります。耳でだいたい同じくらいに合わせました。ではダメです。物を見て値段を知った上で視聴すれば何でも違って聞こえます。このやり方でやった結果はすべて個人的な感想です。心理効果を排除するためにはブラインドテストが必要です。現代では YouTube を利用することで比較的信頼の高いテストができます。真空管アンプの音は明らかに違いますよねというご意見です。真空管アンプに固有の音色はありません。半導体アンプと聞き比べると真空管の方が響きが豊かで低音がよく出ますが、これは真空管の音ではなくて見かけの音です。真空管の音は自分と負荷の抵抗分圧の結果に過ぎません。このことは半導体アンプと抵抗を使って真空管そっくりの音を再現することで確かめられています。この実験に興味のある方はこの動画の概要欄をご覧になってください。アンプに音の価値はありません。どの製品もフラットで色付けゼロです。アンプの価値は性能と物自体にあります。趣味の世界では物としての価値が重要です。ツインモノラルやディスクリートといった贅沢な作りは物としての価値を高めます。立派な見た目は音楽を楽しむ上で欠かせない要素です。音に違いがないことを知った上で物の価値に納得できるなら高価なアンプを買って後悔はありません。デジタルケーブルで音が変わるのでしょうかというご質問です。デジタルケーブルで音が変わることはありません。変わるのはノイズと信号の品質です。信号の品質に関係するのは波形の劣化です。デジタルですから少々角がなまったりノイズが乗っても音に関係しません。大きく劣化した時の影響はプチノイズや音の途切れです。デジタルケーブルの音の違いは心理効果による錯覚です。例えば映像機器のアースをピュアオーディオと一緒にするとノイズが増えます。増えると言っても耳でわかるレベルではありませんが、
音が汚れたように感じます。デジタルケーブルはシールドがしっかりしたものが評価されています。これはシールドがしっかりしたケーブルを使うと音が汚れるという感覚が和らぐためでしょう。ご視聴ありがとうございました。